こんにちは、OK ジャパニーズです。今日は、音楽についてお話しします。音楽のジャンルに分けて話そうかな。ジャンルに分けて話しますね。まずは J-POP、ジャパニーズポップです。日本で一番今人気があるのは J-POP かな。J-POP だと思います。日本の音楽で話しますね。今 K-POP とか洋楽は置いておいて除いて、日本の音楽で人気なジャンル、それは J-POP、J-ROCK だと思います。これどういうジャンルかというと、日本語で歌われるポップ音楽そのままですね。皆さんも知っている曲がありますかね。あるかもしれませんね。で、僕は昔バンドをやっていました。で、そのバンドもまあ大きく言えば J-ROCK に入ると思います。日本のロック、日本語でのロックですからね。はい。世界の音楽、K-POP、アメリカの音楽、ヨーロッパの音楽、アフリカの音楽、いろいろありますが、有名なのはやっぱり西洋の音楽ですよね。西洋の音楽。その中で言うと、日本の音楽、日本の J-POP、J-ROCK って、特殊ですね。特徴がありますね。僕の思う特徴をお話します。一つ目、歌詞が大事。歌詞が重要です。例えば、自分が体験した話、ね、とか、自分の気持ちが、そうだなって思う、そういう歌詞が特に人気があります。若い人に人気な歌詞は、最近は何て言うんでしょうかね、ちょっと難しい言葉、で早い言葉ね、で少し強い言葉ね、それを使っていますね。でメロディーね、最近は、メロディーが難しいです。早いね、歌うのが難しいものが多いですよ。なんかこう速くてこう下に行ったと思ったら上に行ってね、速くてどんどん変わる、そういうことが多いですね。僕のもう2つ目の特徴はサビが大事。サビ、曲にはいろいろありますね。英語でサビはコーラスですね。サビと言いますが、日本の音楽はだいたいサビが一番盛り上がります。他の国もそうかもしれないけど、歌も高いところに行く。裏声とかね、すごく高いところに行くんですね。だから歌うの大変そうだなって思います。はい。あともう一つは思うこと、楽器のうまさとかが結構目立つと思います。ギターソロとかね、歌がうまいとかね、それはどこの音楽もそうか、歌うまいのはいいですよね。楽器がうまいのもいいですよね。はい、そんな風に思いますね。はい。じゃあ次のジャンルいきましょうか。次のジャンルは、ヒップホップですかね。ヒップホップ。ヒップホップも日本で聴いている人はたくさんいますね。日本語でヒップホップ、ラップ、ラップかな、やってる人もたくさんいます。で、やっぱり、アメリカの文化ですね、もともとは。なので、そしてちょっと強い男、強い男とか、のイメージがありますね。
だから日本ももちろんそういう風です。うん。だからそうだな、ちょっと怖いイメージの人だったり、っていう人も多いですね。はい。僕もね、日本語のラップヒップホップはあまり聞いたことがないな。ね、アメリカのは少し聞きますけどね。うんうんうん。じゃあ次のジャンル。クラシック。クラシカルミュージック。クラシックは、やはり上の年代の人が聴いてる人が多いイメージですね。うん。えークラシックね、僕も少しだけしか聞いてないですよ。僕の聞いて好きなのはもう本当に有名なものばかり。ショパン。ね。日本人はショパン好きな人が多いです。僕も大好きというかその一人です。特に好きなのが華麗なる大演舞曲、グランドバルセですかね。三拍子のタンタラランタンタラランっていうやつですね。これをね、僕が大学生の時に音楽のクラスを取ったんですね。少しだけ。その時にある人が弾いてたんです。テストでね、ちょっとテストで誰かが演奏する。その時にその曲聴いて、なんていい曲なんだ。ねえ、素晴らしい曲だ。それで僕は、ピアノはあまり弾けなかったんですけど、楽譜を買ってね。で、一個ずつ音符を見て、音符に名前を書いて、ドレミファソラシド書いて、全部に書いて、一個ずつ弾いて、ちょっとずつ弾いて、全部覚えました。ね。もう忘れましたけどね。すごくゆっくり、タンタラランぐらいの速さで弾けるようになりました。うん。面白かったですね。またいつか弾けるようになれたらいいなとは思います。ちなみに僕はその時のテストで弾いたのはビートルズです。オールマイラビング。友達と一緒にオールマイラビングを弾きました。僕はギターを弾いて、友達は歌を歌いました。そして僕はハーモニーを歌いました。楽しかったですね、それは。はい。クラシカルミュージック。そしてあと、ジャズ。うん、ジャズですね。ジャズも、やっぱり、ある一定の人数、ね、少しの人がすごく好きなイメージがあります。日本にもバーがありますね。で、ジャズバーはたくさんあります。クラシックを流すバーもありますが、それよりジャズのバーが本当に多いです。そういうところで演奏できるところもあるんですが、セッションバー。それはジャズが多いですね。半分ぐらいはジャズなんじゃないでしょうか。うん。僕はね、ジャズは少しだけしか聴いてないですし、そんなに上手くないので、うまく弾けないので、みんなすごいなぁと思いますね。楽しいんでしょうね。きっとセッションできたらね、知らない人と一緒に同じ曲をするね。うん。僕はロック、バンド音楽のセッションはしますけどね。はい。で、やっぱね、ジャズのイメージ。ちょっと頭のいい人が聴いてるイメージがあります。僕の勝手なイメージですよ。個人の。ね。村上春樹。村上春樹さんはジャズをバーをやってましたよね、確か。そういう感じの、こう、ちょっと気が難しそうな、いろいろこう、こだわりのある、俺はこういうものが好きなんだっていうイメージがあります。ね。えだから、でもジャンルによってそれぞれ、なんかちょっとそれぞれの人が、ジャズとか、ロックあんなもの音楽じゃないよとか、クラシックの人はもうね、クラシックが本当の音楽だ。ね、そういうことを言ったりね。
しますよね。だから意外となんかこうちょっと壁がありますよね、ジャンルによってね。なんかずっとロックを聴いてた人がクラシックを聴き始めたら、なんかこう、いや全然知らないんですけどクラシック聴いてます、そういうね、なんか態度なんか取っちゃいますよね。ね、もうちょっとね、自然にみんなね仲良くできたらいいなと思うんですけどね。なかなか難しい、それはね。はい。そして他のジャンルは何がありますかね。まあ、ヘビーメタルとか、メタルとかですね。これも好きな人はいます。結構多いですね。僕のそういうヘビーメタル、メタル好きな人のイメージは、いい人、すごく優しい人が多い。勝手なイメージですけど。まあ、髪長いのかな、髪が長いかもしれない。ね、髪が長くて、ね、鎖というかこうチェーンをねつけていて、歩くとジャラジャラジャラって音がしてね、でちょっと怖いのかなって思う。でも話すとすごい優しい、めちゃくちゃ優しいじゃんこの人、そんなイメージがありますね。あとはまあアンビエント、あとはノイズとかですね。アンビエントはなんだかこう音楽を別にそんなに好きじゃない人でもゆっくりね、リラックスの音楽として聴く人がいますよね。リラクゼーションミュージックなんても言ったりしますけど、リラクゼーションミュージック、アンビエント、ノイズね、ノイズはねかなりもう音楽にね掘っていく、深く深く潜っていく、そんな人が聴いてるイメージがありますね。本当に音楽が大好き、そんなイメージがありますね、ノイズ、ね。実は僕もアンビエントといいますか、電子音楽のカセットテープ作ったことがあります。2年前にね、シンセサイザーを使って、僕のね部屋にある、ムーグのシンセサイザーがあるんですが、アナログシンセサイザーというね、温かい音がする、懐かしい音がする、そんな音を使いました。そしてテーマは、ちょっと SF ですね、サイエンスフィクションの世界、そんな世界のアンビエント音楽、インストの音楽を作って発売しました。はい。他にジャンルってありますかね。まだまだいっぱいあると思いますね。エモとかパンクとかね、スラッシュとかね、スクリームとかね、いろいろありますね。それは全部大体ポピュラー音楽です、今のはね。他にも民族音楽ね、民族音楽とか民謡をやっている人も結構いますね。海外でやっぱり民謡をやっている、日本の民謡をしている音楽は人気がありますよね。よくジャパンエクスポとか、日本のアジア文化を表現するコンサートで見るのはそういう民謡とか、あとはアニメとかね、あとはアイドルっぽい、グループとかはやっぱりよく海外でも演奏しているイメージがありますね。はい。その世界にはねまだ僕も深くは入ってないけど、きっと少しずつ聞いていこうかなとは思っていますね。楽しいでしょうしね。全然違うものですからね。はい。あなたのね好きな音楽はどんな音楽ですか？日本の曲は聴きますか？日本語の曲は全然聴かないですかね。ぜひぜひ教えてくださいね。はい。じゃあ今日は音楽のジャンルについてのお話でした。それではまた。